からいつもね、本当によいしょ、もう葉っぱだけというか。よいしょ。ちょいちょい。ちょい余り。と。こういうのもね、本当同じです。もうひたすらこうやって広げていくだけ。この中に入ってくる。もう一回とか。大丈夫。全然大丈夫です。でね、時間かかるので、もうこれこのまま沈めといて、じゃあこの富士山っぽい。いいじゃん。パキッと。わあ、すごい。楽しい。だいぶポップだ。
ですか。よいしょ。よいしょ。で、よかった、夜ほど。ちょっとしばしば私はこの人の父だよ。靴下ちょっと一回見せてもらって。はい。もうこの子だね。するかちゃんと。いいんじゃないかなって思っているんですが、もう一回今何回やりました？勝手にかかったってこと？こういう色が。入ってるからいい気がしますけど。できました。はい、こっちで。ありがとう。ありがとう。あ、そうそうそう。
あと1分2回。あ、こっちで、うん、うん。夏の一枚で着るのが見てる。じゃないか。伝統工芸とかよく言われてるものではあるんですけど、あまりその手の届かないことにはしたくないっていうのがあって、私が作ってるのも芸術作品とかアート作品ではなくて、こうやって靴下とか手拭いとか日常使えるものなので、できる限り使う人に寄り添ったものづくりができるように、工房に足を運んでもらって、実際にどうやって染めてるのかとか、どういう過程を得てこの色が出ているのかを見てもらうっていうのが自分の中では重要なことですね。私の場合だとやっぱり 100% 天然でやっているっていうので、そこのもう天然であり続けるっていうのはもちろん大切なんですけど、科学的なもので同じ色っていくらでも出せるんですけど、やっぱり天然ならではのちょっと藍染めの青ってくすんだ青なんですね。それって日本人の肌なじみにすごく良かったり、日常に比較的溶け込みやすい青色なので、色にこだわってやっていきたいなとは思います。あとその天然っていうのは変えずに守ってやっていきたいなと思ってます。なんか短い。